あらマーク・バウム。ああどうもキャシー、バレちゃったな。今日はちょっと個人的なようで、ね、どこ行こうと自由よ。モルガン・スタンレーを儲けさせてくれる限りは。そうか。ああおめでとなんだっけ。まだよ、待ってるとこ。不妊治療で破産しそうだけど前向きに。楽しみだな。で玉が腫れちゃってさ、病院へ行ったんだよ。そしたら医者にこう言われた。副抗がん炎です。玉を包むようにくっついてるのがあって、袋みたいなとこが炎症を起こしてるんだ。それが副抗がん炎。興味深いね。実に画像ないのか。普通の玉と同じぐらいの大きさになってたんだから。腫れ上がって。聞いてくれ。なんだよ。シンシアに聞けって。仕事辞めろって言われた。ペンションを始めたいってさ。見てみたいね、宿の主人になったマーク・バウム。ほらオートミールだ、食いやがれ。マークは投資家に貸し付くことを拒否。フロントポイントはモルガン・スタンレーの傘下に入った。メンバーは揃って世界を斜めから見るタイプだ。お前らまともじゃない。仕事が俺を不幸にしてるって言うんだ。でも不幸が好きだろ。ああ不幸で結構。ビニー・ダニエル。マフィン焼けるの。敏腕アナリストだ。ベッドメイクや洗濯は。幼い頃に父親を殺された過去があるが、マーク同様語りたがらない。話す気はない。シンシアはやると言ったらやるよ。僕がシートベルトするようになったのも。マーク、ポーター・コリンズ、ボート競技の元オリンピック代表。マークとは以前の会社からの付き合いで、マークの鋭い分析能力に心酔している。なんでウエストチェスター。間違いですね。同じビルにもう一つ債券やってるフロントポイントがあるんで。そしてダニー・モーゼス、チーム一の楽天家。トレーダーとしても優秀。根拠なきポジティブ思考が強みだ。いいんですよ。じゃあ変な電話というか、なんで間違い電話で長話してんだよ。なんかついね、ドイツ銀行のやつだったんだけど、モーゲージ債の空売りの件でって。で途中で間違い電話だって気づいて、8階のフロントポイントにかけたらしいんだよ。モーゲージ債を空売りする。ああ、たく日に5回は間違い電話がかかってくる。会社名変えた方がいいって。待った、空売りしたいって言ったんだな。住宅市場だろ。 ABX 指数は。 ABX ってサブプライムモーゲージ債の格付け指数だよ。今 ABX 指数は。嘘だろ、下がってる。去年より3ポイント下げてるよ。特に下げる理由ないのに。なんていう男だ。ジャレド・ベネットだって。そう、このはぐれ者たちがウォール街を揺るがすビッグトレードの気配を感じ取ったのは間違い電話からだった。電話の主に手数料を払うべきだ。名前がジャレド・ベネットだぞ。ドイツ銀行のベネット。怪しげじゃない？うさんくさいな。匂うよな。匂うだろ。金の匂いだ。これが従来のモーゲージ。どうも。さてと、どうもよろしく。かけて。あなたがドイツ銀行のベネットさんか。何かな。はい、どうぞどうぞ。前に立つ。すいません。今までにこの取引を持ちかけた人数は？何人か。かなり乗り気です。ありえない。ボスに蹴飛ばされるよ。どうかしてるぞ。考えられない。帰って。ふざけてんのか。その後うちに間違い電話をかけた。みんな乗り気だったようだな。認める。呼びつけられて笑い物にされただけ。オタクもか。違う。じゃあ今のは何。嫌味のことか。それがマークだ。じゃあ始めて。すまない。匂うよな。なんだ。なんだ。何の匂いだ。コロンだろ。違う。チャンスです。違う。金だ。なんだい。金の匂いだ。分かった。クリス、間違うなよ。すいません。これがいわゆるモーゲージ債。生まれた当時はシンプルだった。数千件の AAA の住宅ローンをまとめただけ。アメリカ政府の保証付きだ。だが最近のは別物。銀行がトランシェを重ねて作ってる。AAA は支払いが早くて確実。下に行くほど支払いが遅れやすくなっていく。つまり B を買った方が利率は高くなるがリスクは増える。債務不履行も起こりうる。クリス、過去の例から見て B や WB はかなり危険だ。犬のクソ。ゴミ箱は後ろにある。この辺りだとファイコスコアも最低だ。収入も申告不要。変動金利、犬のクソだ。
貸し倒れ率は 1% から 4% に上がってる。もしこれが 8% に上がったらトリプル B の価値はゼロになる。つまり近いよ。まさにチャンスなんだ。それじゃあ 8% で破綻するものがすでに 4% になってるってことか。その通り。 8% になったらハルマゲドン。そういうこと。なんで誰も騒いでないんだ。本当に計算合ってるのか？こいつ俺のコンピューター。なんだって？クォンツアナリスト、数字のスペシャリストだ。よく見ろよ。見ればわかるだろ。この顔だぞ。それ差別だろ。この目見てなら言うけど、名前はヤンだ。中国の数学選手権で優勝したこともある。俺らの言葉も話せない。計算は確かだ。本当の名前はジャンだ。言葉も普通に話せる。でもジャレドが話せない方が中国人っぽいって。ちなみに数学選手権は準優勝だった。でこのブロックの山を空売りしようって言いたいんだな。どうやって？ CDS っていう金融商品を使う。債券に保険をかけるんだよ。破綻した場合に保険料が10倍20倍になって返ってくる。すでに破綻に向かってるんだ。10倍20倍ないね。それに誰も気づいてない。この事実に誰も気づいてない。大手銀行はどこも債券を売りまくって莫大な手数料を稼ぐのに夢中だ。あんたも銀行員だろ。あんただって莫大なマージンで儲けてるんじゃないのか。それは今横に置いとかないか。ところでいいシャツだな。それメンズもの。銀行員だろ。確かにそうだが、俺は俺だ。銀行はどうでも金を儲けたい。それだけだ。こう考えてくれ。今燃えてる家の前にいる。そしてそれに火災保険をかけようと言ってる。なんで債券の中にそんな質の悪いモーゲージが含まれてるんだ？誰も知らないからだ。表向きは 65% が格付け AAA のモーゲージってことになってる。だが実際は 95% がサブプライム、ファイコスコアが550以下のクソばっかりなんだよ。信じられないね。驚くのはこれからだ。リスクが高くて売れないものをどうすると思う？考えて。もったいぶるな。分かった。損失としてそのまま置いておく？まさかパッケージし直すんだ。他の売れ残りと合わせて CDO にまとめる。 CDO？ そう、 CDO。 何なんだ？売れ残った B や WB やトリプル B の債券を集めて山を作っていく。ある程度の高さに仕立てて新たな債券に生まれ変わらせると、格付け機関のバカ連中がその9割以上に AAA をつけてくれた。何も聞かずにね。そんな、待てよ。もう一度頼む。債務担保証券。こいつのせいで住宅市場が崩壊し、アメリカに経済危機が広がった。世界的シェフアンソニー・ボーディンが説明する。